はい、どうもどうも、こんにちは。よっしゃ、もう全部出た。ピクセルも出たし、iPhone も出たし、全部出たんで、スナドラは更新されてないけど、この2つ出たんで、一旦ここで比較してみよう。テンサー VS スナドラ VS バイオニックチップ。この3つの勢力図がどのぐらいになってるのか、ちょっとざっくりと比較してみようよ。ピクセル8で3万円ですからね。ピクセル8シリーズ、新しいテンサーチップがG3 としてね、登場しましたが、いつもテンサーはね、最新のものでも、アンツツベンチマークのね、スコアとかでね、なんかボコボコにディスられてしまったりすることが多いですね。で、A17 プロチップ、今回はね、プロってやってるんだね。で、果たしてこの第3世代になる G3 が A17 プロ、そしてスナップドラゴンジェネレーション、スナップドラゴン8ジェネレーション2に対抗できるほどの性能向上になっているのか、ね、今日は比較してみましょう。Google Tensor G3 はサムスンの4ナノメートルプロセスで製造されています。Tensor G3 は今年は9つのコアが採用されています。1個は増えてるんですかね。それぞれのコアを少し見てみましょう。こういったスマホチップの中の CPU はね、だいたい一番よくある構成でいうとこのスナドラみたいに超デカコアとデカコアと小さいコアの3つに分かれてて、超デカコアでシングル性能稼いで、全部のコアでマルチ稼いで、小さい方のコアで省電力性を頑張るってことだよね。一番大きいコアを見てみると、Cortex X3 というのが採用されております。つまり同じコアが採用されているということですね。しかしそのクロックがテンサーの方が少し小さくなって 2.91GHz となってますね。スナドラの 3.2GHz に比べて少し抑えられていることになりますので、結果的にスコアが下がることになります。そして4つの A715 コアは 2.37GHz と4つの Cortex A510 1.7GHz が組み合わされています。残りのコア A715 も A510 も同じだね。今こいつがスナドラのハイエンドなんですけども、なんかめんどくさいコア構成になってますね。もう一個間になんかミドルコア的なのが入ってるんですね。A710 っていうのが入ってるんだね。だいたいこの2つを見るとかなりね世代的に似通ってるんじゃないかなっていうのが見えてきますよね。比べてみてそれぞれの、クロックが下げられてるので Tensor G3 の方がスナドラの性能を抑えたバージョンであるということがここから分かりますね。クロックを上げない理由としては、発熱を抑えたという考えがよくありがちですよね。それからスナドラの方は TSMC を使ってますが、こちら G3 の方はサムスン4ナノなので、サムスンの4ナノメートル製造では限界が見えてくる可能性があり、そのために性能を抑えた可能性も高いですね。さて、スナドラ 8Gen2 については Tensor G2 と非常に似ているということで、主な違いは8つのコア構成で TSMC の4ナノメートルプロセスノードで製造されているということ。そしてクロックが高い。強化版のような感じに見えますね。メインの X3 コア、2つの A715 コア、2つの A710 コア、3つの A510 コアが搭載されています。4種類ですか。いつの間にかこんなに複雑になってたんですね。スナドラ8ジェネレーション2といえば、Gen 1の時にね、サムスン製造だったんですが、なんか爆熱とかで言われてしまいまして、確かにその通りだったんですが、で TSMC に変えるということでかなり性能向上して発熱もかなりマシになることができました。そんなチップです。特に GPU のね、パフォーマンス向上がかなり素晴らしかったということで、ついにバイオニックチップを上回ったんだみたいな感じでね、歓喜の嵐でしたね。そして対抗する Apple の製品 A17 Pro は今回はね、プロというね、称号を得ることができました。Apple は2つのパフォーマンスコアと4つの省エネコアで構成されていますね。従来と変わらず6コア設計になっております。A17 Pro は TSMC の最新の3ナノメートルプロセスで製造されており、従って Apple は1つの台に190億トランジスタを搭載できました。世界初の3ナノメートルプロセスは、正真正銘世界最高のシングル性能を提供してくれます。3つのチップの中で、Apple A17 Pro ははるかに優れた CPU と言えるでしょう。ただし、発熱に、少しね、問題があるんじゃないかみたいなツッコミが、かなり発売当初から出てしまいました。それに対して声明を出してね、これ発熱の問題の、理由を説明しました。Instagram とか、Uber とか、そんなサードアプリがなんかアップデートとかね、いろいろ悪さしてるんだよみたいな感じで、いわゆるこの発熱問題のバグは現在では修正されております。しかし見た感じ A16 と比較すれば、少しね消費電力が増えてしまう傾向にあるかもしれません。それでも A17 の IPC はね他のものに比べてかなりね差があると言えるんじゃないでしょうか。スナドラユーザーには申し訳ないんですけども、もう比較にならないぐらいの
差があるんじゃないかと、同じハイエンド対決とは思えないぐらいのぶっちゃけ差があると思いますので、もちろんね、これからスナドラも頑張ってほしいですが、CPU に関しては残念ながらバイオニックの方が圧勝ということで、それもスコアでね、シングルコアのパフォーマンスに強く反映されているなという形でした。一方でテンサーの方はやはり、スナップドラゴンのクロックダウンバージョンという形でしたね。そのままスコアにも反映されております。やっぱりサムスンの4ナノだね。これがちょっと効いちゃってるみたいで、CPU ちょっとね、ダウングレードバージョンという風に見れちゃうかもしれないですね。一方でスナドラの方はね、TSMC4 ナノに行って、安定したという感じかな。GPU についても見ておきましょう。Google は Tensor G3 に7つのコアのマリ GPU G715 を採用しています。これはいい GPU ですが、Google は今年もね、レイトレのサポートをスキップしています。Tensor G3 のグラ性能は今回さらにね、向上することが期待できるでしょう。一方でスナドラの方は、アドレの 740GPU ですね。モバイルチップの中でもかなり強力なパフォーマンスを出すことができるそんな GPU です。これはハードウェアアクセレートのレイトレーシングをサポートし、スナップドラゴンのエリートゲーミング機能、アンリアルエンジン5などのサポートも含まれます。GPU 性能はスコア上で見るとかなり、伸びてきましたね。Android GPU 弱いイメージだったんですが、そんなことはありません。最近はかなりスコアを伸ばすことができます。A16 とね、比較されてた時はなんか 1.4 倍とかね、言われてたりとかしてましたからね。もうちょっと後でね、再確認してみましょう。A17 Pro の6コアの GPU を見てみると、今年 Apple はレイトレーシングサポートを追加しましたね。で改良された GPU のおかげで、バイオとか、デストランディングとかアサシンクリードとかがプレゼンされていました。まさにね、ゲームハード品質のゲームこれから iPhone でもプレイできるんだぞみたいな感じで、プレゼンしてきています。これからね iPhone がゲーム機になってくるんですかね。また GAFA の一つがゲーム業界に参加するんですね。嫌ですね。A17 Pro の GPU 性能ね、効率があんまり良くないとかね、言われてたりします、今回は。結構その GPU 性能も伸び率もそんなになんじゃないかみたいななんか言われようがあったりとかします。A17 Pro は実は見えないところで結構進化はしてるんですよね。ただそのなかなかスコアに反映されないというようなものがあって、レイトレとか、あとはビッグタイトルのね、ゲーム対応とかもそうなんだけど、ちょっとこれからゲーム機として使えるような感じになっていくということで、近い将来の準備みたいな感じのチップなのかなっていうイメージもありますよね。ということで GPU ね、Android 勢もかなり最近はね、頑張ってるという感じですね。スナドラは、スコアで大きくね、A16 チップを上回ってくれるところを見せてくれたりとか、未だにね、A17 にも結構いい勝負ができる部分が出てきそうですね。一方で、お互いにね、発熱は結構大きくなりそうなので、ね、スマホチップとしてはまだまだ改良点あるかなと思うんですが、A17 チップの方はね、もちろんパフォーマンス上がってますね。上がってますが、やっぱり発熱量どうなんだろうね。ピーク時に 11W に行くとかね、懸念されたり、今回は A16 に比べるとね、サーマルショートリングへの突入が早かったりとかっていうのが指摘されているので、ちょっと発熱量は上がってるのかなっていう感じ。で、このあたりも踏まえて考えると、やっぱりね、製造プロセスがめちゃくちゃ大事だなって思います。よね。結局のところスナドラも、サムスンから TSMC4 なのかなに変えてからめちゃくちゃ性能向上したし、バイオニックチップの方もね、A17 そして次来年は A18 ですが改良された3なのがねどこまでね性能伸ばしてくるかっていうところだね。テンサー G3 はねやっぱりここもきついよね。でも、このぐらいの性能があれば、正直な話、ほとんどのゲームは動かせるんじゃないかなと思う。フレームとか、細かいのね、気にするようなゲームでなければ、全然テンサーでもプレイできるんじゃないかなと思います。iOS と Android の比較なんで、どっちがっていう答え出すの難しいけども、もう大体同じぐらいでいいんじゃないこういうのあんまり言いすぎるとさ、ほら、なんか結構、なんか論争になるんだよね。Android と iPhone は。そうなんかよくあるじゃん、この違う世界同士の戦い、プレステ VS なんかゲーミング PC グラボとか、なんかこういうちょっと世界をねまたいだ戦いになってしまいますとね、結構論争が起きたりするので、なんか
めちゃめちゃな性能差が出てないんだったら、もうほぼ同じでいいんじゃねほぼ同じぐらいにしとった方がね、平和的に解決できると思いますので、だいたい同じぐらいなのかなみたいな感じで、両方頑張ってるねみたいな感じでGPU はねいいのかなと思います。でももともとスナドラっていうとね、なんか iPhone のバイオニックチップに比べて、なんか昔はね、なんか全く GPU は相手にならないようなイメージあったんですけど、最近の Android 勢もねかなり頑張ってきてますよね。ここまで性能上がってきたら、別にゲームは昔ね iPhone じゃないときついとか言われてきたけども、ぶっちゃけ全然 Android でもいいですよね。なんかね、ゲーミングスマホとかかっこいいし発熱とかね気にする人はあの辺りのねヒートシンクとか多分強化されてるんで、いいんじゃないでしょうか。ただスナップドラゴンの方もここまでねポテンシャル上げれたんであればね、 iPhone のようにね少し発熱を抑えるようにクロックをされてあげれば、そっちの方がより良いねスマートフォンらしいものが作れるとは思うんですけどね。辛い事情もあるんでしょう。これ予想なんですが、スナドラがねライバルとしてるのはバイオニックだけじゃなくて、どちらかというとねアンドロイド勢のね他のやつらがいてるのでね、やっぱ彼らに対抗するためにね、なんかいつもスコアで比較されちゃいますからね。クロックもうちょっと落としてもいいんだけど、いろいろ暗突ベンチマークで言われてしまいますので、仕方なしっていうところもあるんじゃないかな。現状新しいチップが出ると暗突ベンチマークのねチップで見せかけのスコアを上げる行為がね必要になっている状況だと思います。ハイエンドチップで調達するのはねコストもかなり、上がってきてるらしいので、なかなかこの Android 勢の中でもね厳しいバトルになってきてるっていう感じだよね。ガジェット系ではこの暗突ベンチマークっていうのが中身わからないんだけど、そもそも総合スコアで戦う意味があんまりよくわかんないんですけど、未だにこの総合スコアがね基準になっている感じですね。で、特にギャラクシーはね、なんか4ギャラクシーみたいな、なんか OC 用のクロックアップされたチップを採用してたりするし、インテルのケースモデルじゃないんだから、そんなんしても意味ないと思うんですけど。確実になんか使用表でよく見せるみたいな感じなんで、あんなチップマジでいらないですよね。とにかく Android のチップの中でもなんか不毛な争いがねあまりにも多すぎて、暗突ベンチマークが好きな人たちによってそれがブーストされて、理想的なスマホがなんか作りづらくなってるんじゃないかなっていうような感じしますよね。3D マークワイドライフで 40% もねスコアね、回ることができたんであれば、逆に同じスコアに収めてクロックダウンしてあげた方がねスマホとしてはいいんじゃないかなと思ったりするんですが、どうでしょうか。とにかく Android は最近はね GPU 性能上がってきたんで、好きな方買えやっていう感じですね。カメラ周りとかね見てみると、 Google はイメージシグナルプロセッサーとかイメージング DPS とか多くを明らかにしてはいないんですが、全体的に改善が加えられているそうです。Google は画像処理の多くのタスクを新しい DSP を GPU の代わりに使用しています。フォトアンプラーとか様々な処理の AI 機能は新しい DSP を活用します。スナドラ 8Gen2 では最大200メガピクセルまでの写真を撮影可能。8K HDR ビデオ撮影、一度に3つのカメラを起動、様々なことが行うことができます。Apple の A17 Pro チップは、フォトジェニックエンジンが iPhone のほとんどのカメラ機能を担当しています。カメラはね、多分プレゼン見てもらった方が早い。これ目で結果を見るものなので、プレゼンプラスレビュアーさんとかがめちゃくちゃ撮りまくってる写真をひたすら比較する。っていうのじゃないと、目で見てね、最終的に感じるものですので、数値化するのはね、かなり難しいので、見てもらう方がいいかなと思います。とにかくカメラに関しては2点、AI 機能とかですね、そういうものをどんどん活用して人間様がね満足するようなものを作り出すという AI アート的なね部分も増えてきているので、出来上がった写真とかのね好みもあるんで、これはしゃあないんですけどね、特にインカメラとかね完全好みじゃないですか。だからそうだね、結果見て判断してもらうのが一番いいですね。そんな AI 周りですが、カスタム TPU であるね、リオというコードネームが付けられたものが Pixel 8シリーズのほとんどの AI を担当している状況。TPU は Tensor Processing Unit の略ですね。Google のいろんな機能に使われてます。有名なところで言うと消しゴムマジックとかですね、ベストテイク、デバイス内の音声認識、ボケ補正とかですね。でこの新しいカスタム TPU のおかげで Google によれば Pixel 6と比較してローカルで実行できる機械学習モデルが2倍に増加したみたいです。ようわからんけど日々進化してるってことでいいんかな。スナドラ 8Gen2 の AI エンジンもかなり優秀で27トリリオン27トリこれまで以上に最高のものが採用されているとのこと。ただしこの比較では Apple が少なくとも数値上は大きい。A17 Pro の16コアのニューラルエンジンは35トリリオン毎秒オペレーションを実行でき、これはかなりインパクト強いですね。数字がでかすぎてもうわかんないです。
各企業はプレゼンでアピールしている通り、今後も AI、機械学習に対してはね、どんどん力を注いでいくことでしょう。ハードウェアの直接的な性能向上よりも AI とかにオペレーションをね、撫でてあげることで、どんどん効率よく素晴らしいスマホを作り出すことができます。Google はまだ Pixel 8シリーズにサムスンの Exynos モデル5300モデルも採用しています。Pixel 6以降から特に欧米を中心にスマホがね、電波拾えなくなるなどの問題が出ていましたが、このモデルによって出てたんで、同じ Exynos モデルを採用しているということに、ちょっと批判的な声もあったりします。アップデートされて解決していることを願います。スナドラと Apple の方は、クアルコムの最高級スナドラ X70 5G モデルも使用しています。この点では Google が一歩遅れを取っている感じですかね。それに加えて Tensor とスナドラの方は Wi-Fi 7に対応していますが、Apple は対応してませんね。ぶっちゃけ気にしなくてもいいと思います。間違いなく3つともね、いいチップです。スマホって考えると十分なくらいのね、パフォーマンスはあります。で、A17 Pro は CPU と GPU はね、強化されましたが、今年の進化では少し消費電力が増えているところが懸念とされていました。確かに強化されているチップですが、消費電力がね、相対的に考えるとめちゃくちゃな進化とまではもしかしたらいけないのかもしれません。来年2024年には改良された3ナノメートルプロセスでね、登場します。A18 チップになるのかな。これはうまく3ナノが進化をしてくれれば期待できるかもしれません。今までがね、省エネすぎたし、スマホをね、酷使している時の発熱はスナドラにも言います。一方で1年経過しているスナドラ8 Gen 2は昔に比べるとやっぱり GPU が非常に印象的になったので Android 勢にとってはありがたいそんなチップです。Tensor G3 は言い方をするとパフォーマンスと効率の間の最適なバランスを取るように調整されている。悪い言い方をするとサムスン4なのでは限界が見えて性能下げざるを得なかったかもしれないっていう感じです。今回の Pixel 8は Pixel 8 Pro と比べてベンチマークのスコアがね実はかなり、低下してしまいます。これは放熱性が良くないことを示していると思います。同じシリーズでこれだけの差ってなかなか見れないですよね。でそう考えるとやっぱりチップの発熱はかなり大きいんじゃないかなって推測はできますけどどうでしょうか。と考えるとサムスン4ナノの限界っていう、後者の方が正しいような気もしますが、最新プロセスを確保するのはめちゃくちゃお金かかるからね仕方ないとこではあるんですが、それでもね3万円高くなってるやんっていう、ちょっときついですよね。で新しいねカスタム TPU を搭載して、さらに魅力的になっていたりとか、CPU とか GPU に不利な部分があったとしても、Google がね得意とするであろう力を入れてくるであろう AI の部分とかで他のチップを圧倒してほしいものですね。一つ言えるのは、テンサーチップの最終目標はスマホじゃなくて、やっぱノート PC 用に採用されるためのテンサーチップを開発するためで、やっぱライバルは Apple の MacBook とかで展開されている M1 チップだと思います。Google 自体もノートブック用のテンサーチップをこれから数年かけてね、どんどん進化させていく目標を書かれていると思いますので、あと5年ぐらい5年かかるからもうちょっとね、気長に待ってあげる方がいいんじゃないかなと思いました。Android でなるべく最高峰のものが欲しいってなるとやっぱ選択肢はスナドラのこのハイエンドになるかな。テンサーに比べてやっぱ今回もかなり大きな性能差になってしまいましたね。重いゲームとかを重い設定でやりたいとかね、それをディスプレイで出力しながら遊んだりとかまで考えてる人はやっぱりスナドラの方がいいかもしれないですね。チップ3つ紹介したけどゲームせえへんかったらマジでこの3ついらんわ。ドコモとかで親がねこれらのチップどれか買ってたら確実に止めてあげてくださいなんかネットとかで2万円台ぐらいの中古のやつでいいからそれ SIM 突っ込んだらもういいからね。もう自分のおじいちゃんおばあちゃんとか親とかのスマホをね管理してあげるのもマジで子供の義務だからね。いや本当にオレオレ詐欺と一緒なんであんなもんは詐欺じゃねえけどiPad 契約されたりとかするやん。マジでそれに近いもあるからあいつら本当に子供の義務マジで親とかの携帯とか全部管理すべきだよ本当に。おじいちゃんおばあちゃん買ってたらね止めてあげてくださいということで今日は以上ピクセルがね出てそして iPhone も更新されてということであとは待つのはスナップドラゴンの Gen3 だけということで、ここで一旦ね比較してみました。来年は、ちょっとスマホチップの中でも一つ大きなビッグターニングポイントになる可能性があります。今回 A17 Pro が3ナノメートルプロセスでね、製造されてるんだけど来年2024年からはこれが、サムスンの方もね3ナノ出していきます。そしてここでバチバチ TSMC と戦うっていう感じです。TSMC もちょっと今のところはうまくいってる
確証が持てない状況で、そしてサムスンも来年からちょっと違う方式のね、GAA という方式の3ナノ出してくるので、このあたりが完成してどこまで性能差が出るのかっていうのがあるので、もしかしたら逆転するのか、それともサムスンが待て続けるのか。一応ね、声明ではサムスンの方が最近じゃなかったかな。なんか2年間まだ遅れてるみたいな感じで2ナノメートルで逆転するみたいな声明もあったからちょっと期待できないかもしれんけども、とにかくこの3ナノメートルチップに入ってから来年以降かなり大きな変化がスマホチップあるかもしれないので、まだまだねちょっと注目していきたいところですね。あとテンサーチップもパフォーマンス低いと言われがちやけれども、見てみるとかなりいい感じのね進化をして頑張ってると思いますので、温かい目で見守ってあげればいいんじゃないでしょうか。あまり暗殺ベンチマークのね、なんかトータルスコアとかでディスらずにあまり比較ばっかりしてあげずにね、もうちょっとね彼らが歩んでるこの方向とかをね見てあげて、優しい気持ちで見守ってあげましょう。今日は長くなりましたが以上でございます。もしねスマホ買うときにね参考にしていただければなと思います。ありがとうございました。